バッチリ。シフトとローテーションはこれでいこう。やっと決まった。話し合い何時間やってた？3時間半。いや、もっとか？僕はもう頭が働かない。お前の頭は普段から働いてないだろ。それは置いといて、これで本格的にミッキー更新調査が始められそうじゃん。特別授業がきつすぎて全然集まれなかったんだぞ。選抜選手じゃない僕たちも連日同じメニューでしごかれたもんな。入学以来初めてシャワーを浴びる前に寝落ちしまった。俺もまだまだ鍛錬が足りてねえな。僕なんか昨日寮の談話室のソファーで力尽きてたもん。ビルさんに怒られたけど。選抜選手である若様やリリア様、ついでにシルバーの前で弱音を吐くなど軟弱だ。それでもようやく集まったのだから、さっさとシフトを決めて解散すればいいものをグダグダと。若様の貴重なお時間を何だと思っているのだ。猛省しろ。はあ？一番あれこれ細かいこと言って話し合いを長引かせてたのはお前でしょうが。そうだそうだ、おめえが若様うるせえから全然話が進まなかったんだぞ。当然だろう。選抜選手でありながら前日調査に参加する若様とリリア様のご負担が一番大きいのだぞ。ちゅうてもわしらが出場するのは一種目だけじゃがの。学園対抗戦は1日1種目4日連続で行われる。出場しない3日間は僕たちも客席に座って応援ぐらいしかすることがない。第一更新調査といってもミッキーが現れるまではゴロゴロしながら待っているだけじゃ。そう身構えることもあるまい。ですが健康第一、休息時間を長めに確保することに関しては俺も賛成です。セイベクの言っていた必ず10時間睡眠は大げさですが、ほぼ半日寝ておるではないか。寝ようと思ってもそんなに寝れんわ。人間と同じように僕たちも睡眠によって心身を癒す。だがよほどのことがなければ人間ほど長い眠りは必要としないからな。問題ない。学園対抗戦が終わればすぐに期末テスト、そして夏の長期休暇が始まる。調査の再開は新年度である秋。僕とリリアはインターンに向かわねばならない。監督役が不在では調査が思うように進められないだろう。一日でも早く始めるに越したことはない。うん。それにこういうのはすぐに結果が出るとも限らん。そうだね。今は検証回数を増やすことがミッキーへの一番の近道。ミッキーとの交信条件がまだ確定していない以上、できるだけたくさんのパターンを試すしかない。統計学的にも試行回数が増えれば増えるほどデータの信頼性は高まるものだから。魔獣、異世界人、ヒューマノイド、人族、獣人族、妖精族。今日完成したシフトは現時点で僕たちが持てるリソース配分としては最適化されてる。つまりどういうことだ？早く始めれば始めるほど監督生さんにとっても僕らにとっても一番いいってこと。さて、ようやくシフトが決まったところで肝心のミッキーに会えた時何を尋ねればよいのじゃ？監督生の話ではすぐに消えてしまうこともあるんじゃろ？効率よく情報を得るためには質問内容を詰めておかねば。確かにせっかく会えても何も聞けなかったら意味ないですもんね。そうそう、前に夢の中でミッキーに会えた時もあいつすぐに消えちまったし。なら優先順位を決めて聞くべきことを整理しておく必要があるな。でないとお前らくだらねえ世間話だけして終わっちまうだろう。
一番大事なのは、ミッキーが住んでる世界の情報かな。そういえば、そもそも監督生が住んでいた世界は、どんなところだったんだ？魔法がない。その話、最初に聞いた時は、驚いたっけ？ツイステッドワンダーランドでも魔法を使える人の数は多くない。でも、魔法がない世界ってあまり想像つかないよな。俺たちの世界は太古の時代から魔法があって、魔法に近づくために科学が発展したとも言われてるしな。火の魔法を真似てライターが作られ、空飛ぶほうきから着想を得て飛行機が作られた。この世界では子供でも知っていることだ。現代には魔法よりも秀でた発明品がいくらでもあるがの。例えば最近の飛行機は500人くらいを乗せて飛べるじゃろ。茨の谷の王冠氏が束になったとて、それほどの人数を一晩で世界の裏側まで運ぶことはできん。ミッキーは魔法使いではないと言っていたのだろう。魔法が使えないのか、魔法がないのか、それだけでも重要な情報になる。そうですね。もし魔法がないのなら、ミッキーと監督生が住んでいた世界は、似ているのかもしれない。監督生さんの話だと、電話や目覚まし時計には馴染みがあるみたいだしね。もしかしたら、出会っていないだけで、監督生さんとミッキーが同じ世界に住んでた可能性だってあるよ。確かに。だって俺らも、グリムと会うまで、こんな変な生き物がツイステッドワンダーランドにいるなんて知らなかったし。変とはなんだ。俺様ほどかっこよくて強い魔獣は世界中探したっていねえんだぞ。世界は広い。わしのようなジジイでもまだ出会ったことがない存在はいくらでもいるからな。ミッキーの住む世界の情報も重要ですが、奴が夢の部屋に入る方法についてももっと詳しく聞いておくべきではありませんか？彼が眠ると、体から精神がゴーストのように抜け出し、鏡を通れる。だったか？同じ条件を揃えれば、こちらから鏡を通って夢の部屋に行けるようになるかもしれない。なるほど。うまくやれば、今度はこっちから起きてるミッキーに接触できるようになるってことか。となると、まず聞くべきことは一つ。ミッキーの住む世界について。二つ。ミッキーが夢の部屋に入る際の条件だな。賛成。他にも聞きたいことは山のようにあるけど、まずはその2つだね。忘れないうちに調査の手順と質問内容をノートに書き留めておかないと。俺もスマホにメモっとこ。監督生の未来がかかってるわけだし、一応ね。おさらいすると、まずはシフト通りにオンボロ寮に泊まって、ミッキーが現れるのを待つ。で、現れたら今整理した質問をする。そしてその時の条件を全部記録する。条件、参加メンバーとか時刻とか天候とかかな。そう。あとはミッキーとの交信時間、それから誰に見えて誰に見えなかったかとかも大事だね。情報共有のためのテンプレートを作るべきだな。他に記録すべき項目は、その日食べてたおやつとか飲み物とか、条件の切り分けのためにも毎日別のおやつを準備するべきだな。調査は課外研究の一環でお遊びのお泊まり会ではないぞ。もっと真面目に考えろ。貴様、人が真剣に話している最中にあくびをするとは無礼だぞ。せえな。普段なら俺はもうとっくに寝てる時間なんだよ。おや、もう23時を回ったか。では今日のところは解散としよう。そうだな。学園長から基本的に調査は0時までと言われている。全員で泊まっていくっていうから、古文とゴストのおっちゃんたちと一緒にゲストルームを全部掃除したんだぞ。感謝しろ。
こんなあばら屋に若様がお泊まりくださることに、そっちこそ感謝するがいい。最低限の清潔さはあって当然だ。気にするな、人の子。リリアの家はもっと汚かったし、ソファーで寝かされた。屋根と壁がある場所で寝られるだけで十分じゃろ。これだから若いもんは。つーか偉そうにしてるけど、グリムは特別授業でへばっててほとんど寝てただけって聞いてるけど。ひどいこと言うなよ、エース。毛皮で床掃除したからこんなにグレーになってるのかもしれないだろ。いや、グリムがグレーなのは元からか。マッキー、さっさと寝ろ。それじゃあお言葉に甘えて寝かせてもらうぜ。おやすみ。明日からの調査、頑張ろうね。おやすみなさい。じゃ、おやすみ、監督生。監督生、お疲れ。また明日な。この先の両内の環境維持については、兄さんのお部屋で培われた僕のお掃除機能でサポートするからね。おやすみ、監督生さん。広い寮を掃除するのは大変だっただろう。ありがたく使わせてもらう。おやすみなさい。まったく、まだまだ決めるべきことは山ほどあるというのに。おやすみ。監督生よ。改めて調査の間は世話になる。よろしく頼むぞ。では、良い夢を。本当に騒がしいな。調査の間はこれが日常か。悪くない。僕も客まで休むとしよう。おやすみ、人の子。また明日。やっと静かになったんだぞ。明日からいよいよミッキー更新調査か。早くミッキーと会えるといいな、子分。俺様もそんな気がするんだぞ。じゃ、俺様たちも寝ようぜ。おやすみ。こんばんは。グリム、そこにいるかい？僕の声、聞こえてる？ねえ、起きて！あの夢の部屋で会って以来、ずっと君たちに会えなくて、すごく心配してたんだ。君が鏡の向こう側にいるってことは、夢の世界から出られたんだね。よかったジャック、朝練にはまだ早いんだぞ。俺様を無理やり走らせよったって、そうはいかねえからな。その声は、グリム？おーい！僕だよ！ミッキーだ！ミッキー？ミッキー！ほら！俺様、夢を見てんのか？僕は夢の中にいるけど、多分、君たちは起きてる？待ってろ！今すぐみんなを起こしてくるんだぞ！まだいなくなるなよ！そこにいろよ！エース、デュース、おめえら全員起きろー！うわ、
んだよ、うるせえな。寝起きドッキリとか、今時流行らねえって。ドッキリじゃねえ。ミッキーが出たんだぞ。マジかよ。やあ、みんなこんばんは。はじめまして。僕はミッキーマウスさ。あの写真のまんまだ。本当に鏡に映ってる。ミッキーマウス。まさかこれほど早く会えるとは。わあ、すごいや。みんな君とグリムの友達？僕、こんなにたくさんの人に会えるなんて思ってなかったよ。こいつらみんな俺様の子分なんだぞ。まあ、そうそう。おめえと夢の中で会った時に探してたのが、こっちにいるエースとデュースだ。はじめまして。どっちがエースで、どっちがデュース？俺がエースだよ。どうも、はじめまして。僕がデュースだ。よろしくって、そうか。鏡越しじゃ握手できないんだった。君に話を聞いてから、いつか二人に会えたらいいなって思ってたんだ。これからよろしく。エース、デュース。こりゃ驚きじゃ。本当にガラス一枚隔てて、目の前におるようではないか。そうなんだ。でも、どうしてもそっちには行けなくて。君は、おっと、そうじゃった。名も名乗らずに失礼した。まずは全員手短に自己紹介といこう。わしはリリア・バンルージュと申す。よろしく頼むぞ。シルバー・バンルージュだ。また会えて嬉しい。やあ、よろしくね。リリア、シルバー、ファミリーネームが一緒ってことは、君たちは兄弟？いや、親子じゃ。話せば長くなるので、説明はまた今度にしよう。次は、僕はオルトシュラウド。どうぞよろしくね。ジャック・ハウルだ。よろしく。エペルフェルミエです。はあ、なんか感動。オルト、ジャック、それからエペル、はじめまして。これから仲良くしてほしいな。よろしく。セベク・ジグボルトだ。そしてこちらにおわすは、ディアソムニア領領長であり、茨の谷の次期当主、マレウス・ドラコニア様であらせられる。セベクと、マレウス様？マレウスでいい。人の子から話は聞いている。あえて光栄だ。ミッキーマウス。こちらこそ、会えて嬉しいよ、マレウス。今日は部屋の霧が晴れててよかった。おかげでみんなの顔がよく見えるよ。今日は部屋の隅々までくっきり。声もよく聞こえる。はは、決起集会の夜に会えるなんて幸先良すぎじゃねえ。で、そうだ、質問。やべえ、ノート部屋に置いたままだ。何を聞くんだっけ？もう、二人ともだらしないな。ミッキーさん、監督生さんやグリムさんから話を聞いてると思うんだけど、監督生さんを元の世界に返すために、君とたくさん情報交換をしたいんだ。もちろん。僕も君たちの話をもっと聞きたい。たくさんお話ししよう。まずはミッキーが住んでる世界についてだってな。どんなところに住んでるんだ？そんなに広くない家だけど、電話とテレビ、ベッドはある。友達のドナルドやグーフィーと出かけるときは車に乗ることもあるよ。ミッキー車持っちゃうんず。となると年上か？声と見た目からして年下かと思っていたが、わからないものだな。なるほど。僕たちの世界と文明的に大きな開きはなさそうだ。
お前は魔法使いではないと聞いたが、そちらの世界に魔法を使える者はいるか？例えば、俺様みてえに火を出したり、マレウスみてえに雷を落としたりするようなやつ。僕の周りにはいないや。つまりお主の世界に魔法は存在しない。ということじゃな。そんなことないよ。僕の世界にも魔法はあるはずさ。へえ、そっちにはどんな魔法があるんだ？例えば、落ち込んでる時に大好きな人とたまたま会えたり、なくしたものがひょっこり見つかったり、困ってる時に通りすがりの誰かが助けてくれたり、そういう小さな幸運って僕は魔法だと思うんだ。きっと僕の世界にも魔法使いはいて、困っている人や悲しくて泣いている人をこっそり魔法で助けているんだよ。でももし魔法使いが僕を見かけても通り過ぎちゃうはずさ。だってもし僕が泣いててもすぐに駆けつけてくれるドナルドやグーフィー、ブルーと他にもたくさんの友達がいるからね。僕の毎日はハッピーでいっぱいなんだ。だから僕はまだ魔法使いに会ったことがないんだと思う。あ、待って。でも君たちはみんな魔法使いなんだよね。なら僕もついに魔法使いに会えたよ。はは。お客様の中に困っている人をこっそり助けてる魔法使いの方はいらっしゃいませんか？率先して人助けする奴なんかここにはいねえだろ。困った奴なら大勢いるが。俺たちの世界でも原初の魔法は強く願う心が起こした奇跡だったらしい。そう考えると確かにミッキーが言う小さな幸運も魔法の一種と言えるかもしれない。では次の質問をしよう。その場所へやってくるときは意識だけが体から抜け出して鏡を通るのだと聞いている。その現象が起きる際、何か特別なことをしているか？いつも通りさ。シャワーを浴びて歯を磨いてベッドに入ったら本の続きを読む。そのまま朝まで寝ちゃう日と、こうして鏡の中に入れる日、何が違うのかは僕にもわからない。俺が夢を渡る時も同じだ。特別な条件があるわけじゃない。そういえばシルバーとは一度だけ夢で会ったよね。前もそのユニークなセーターを着てた。ミッキーは夢の中の出来事をしっかりと覚えていてすごいな。俺は監督生に写真を見せられるまでお前のことを忘れていたというのに。そのインパクトある柄は忘れたくても忘れられないんじゃ？いや、もしかすると記憶に残ったのはインパクトだけが理由ではないやもしれんぞ。それはどういうことです、リリア様？説明は後じゃ。のうミッキー、お主の家のそばに魔力が豊富な場所、例えば心霊スポットなどはないか？お化けが出る場所ってこと？ああ、それなら噂を聞いたことがあるよ。僕が住んでいる町の外れに古いお屋敷があって、今は誰もはずなのに夜に笑い声。待て、今何と言った？声がよく。あ、ミッキーの姿がどんどん薄く。俺様たち、更新調査0日目にして大成功なんだぞ。全員でミッキーさんへだ。だげすげえ。